パク・ジニョンのイッチへの指導の厳しさに、イェジが涙する映像にミッチから怒りの声が殺到。イッチの立ち位置が決まる大事なカムバックは成功するのか。イッチの公式 YouTube が収録曲、レッド・オン・ミーのビハインド映像が公開しました。映像の中で見せたイッチの不安そうな表情、レコーディングシーンではパク・ジニョンの指導で涙を流すイェジ。カムバックのワクワク感ではなく、悲壮感を感じられる映像で、不安を積もらせた方も多いのではないでしょうか。動画を見たファンは、特にパク・ジニョンのプロデュース力について言及し、さらにストレイキッズのプロデュースライン、スリーラチャと比較する声も上がっています。詳しく見ていきましょう。イッチは2019年にデビューし、第4世代ガールズグループに位置します。デビュー曲ダラダラは、デビュー9日で韓国の音楽番組で1位を獲得、地上波初の1位を達成する快挙を成し遂げ、デビュー当初ブラックピンクや TWICE に続き、次世代をリードするガールズグループとして注目と人気を集めていました。しかし今は第4世代にはイッチより後にデビューしたニュージーンズ、IVE、ルセラフィム、エスパが強烈な存在感を見せており、さらに JYP 出身でイッチの後輩グループにあたるエンミックスも最新アルバムの初動記録ミニオンを突破して勢いを見せています。作詞、作曲や振り付けまでを自分たちで手掛けるセルフプロデュースアイドルの G アイドルも音源成績の破壊力、音盤も自己記録を大幅に更新中です。先輩グループの TWICE は絶賛アメリカで人気が爆発中。最新のミニアルバム Ready to Be はアルバムとストリーミングの合計が K-POP ガールズグループ歴代最高売上を更新しました。今年8月に契約満了を控えているブラックピンクもワールドツアーやジスやジェニーが女優として活動とグループとしてだけではなく個人としても成功を収め勢いは衰えないまま、激闘のガールズグループ戦争の中、次世代を牽引していたイッチの存在感はなくなっていき、第3世代を追い抜くどころか、第4世代の後輩グループにも置いていかれていると言われています。以前パク・ジニョンとの会食で、リーダーのイェジが、私たちの曲が良ければ上がって、少し良くなかったらまた下がる。このサイクルが激しい気がして、私たちはどんな特色を持ってどんなものを活かして、何を維持していくべきかすごく悩みます。とチームの方向性について不安な気持ちを打ち明けました。しかしパク・ジニョンは、今のアイドルの中でハンドマイクを持って歌いながら踊れる人がいるのかってことだよ。それができる子が生き残るんだ。どのグループも全メンバーがソロ歌手になれる未来があるかというと難しい。でも君たちには本当にその未来があるから。だからもっと計画を立てたらいいよ。と回答。メンバーは明るい表情でうなずいてはいましたが、これに対してファンの間では、BTS やブラックピンクを見るとその通りだと思う。という意見もありますが、イェジが聞きたかったのはそういうことじゃない。曲も良くないと生き残れない。などパク・ジニョンの回答に疑問を感じるファンも多くいました。そんなイッチが今カムバックを控えています。イッチのカムバックは昨年11月に発売された6枚目のミニアルバム、チェシャー以来で約7ヶ月ぶりです。イッチの立ち位置が決まる大事なカムバック。ミッチとしてはまたイッチの栄光を取り戻し、輝く姿を見たいと不安と切実な思いを抱く方も多いのではないでしょうか。そんな中、レッド・オン・ミーのビハインド映像を公開。動画はアルバムの制作過程を見せながらメンバーにインタビューする形で進んでいきます。アルバムの準備過程はどうでしたか？という質問にリーダーのイェジは、実はこれだと思う曲がありませんでした。この曲をいいという人が半分、あんまりが半分という感じだったので、もっといい曲でカムバックする方がいいんじゃないかと思ってカムバックが遅れましたと話しました。チェリョンは、少し焦りもありました。早くカムバックしないといけないのに、裏ではずっと曲を探していて、結局は私たちがいい曲とパフォーマンスといいアルバムのクオリティでカムバックしたら、たくさんの方が喜んでくれるのを知っているから、諦められませんでした。クオリティを。ユナは、ミッチは私たちがカムバックするのをすごく待っていて、ついにイッチがカムバックするんだって思ったと思います。今回のアルバムのコンセプトは何ですか？という質問に、リュジンは、ただ私たちがたくさん考えたのは、夏に合うような曲だといいな、とすごく思っていたけど、曲がいいからたくさん聴きたくなる。そんなアルバムになったらいいなって思いました。誰かはこの曲を聴きながらドライブしてくれたらいいなと思うくらい、いい曲だと思うし、メンバーの魅力が詰まった曲だと思います。リアは、今回のアルバムは、私たちが実際に話した話で表現されたものなので、アルバム名もだし、その意図もだし、個人的に私たちの話をしているみたいですごく気に入りました。
この時のメンバーが言葉ではポジティブなことを言っているのですが、表情からはなんだか心境は納得感がない感じというか、本人たちにも不安が混じり自信を持てずにいる雰囲気が映像から伝わってきました。今回はイッチにインタビューした内容がそのままアルバムに反映されているというのですが、どこか彼女たちの意思よりも制作陣のリードが強いのではないかと疑念を感じます。今回のアルバムはボクシングがコンセプト。リアはボクシングは知らなくてもいいと思うけど、それでもボクシングのコンセプトで撮ることになったので、少しでも理解度があれば撮影するとき、もう少し自然でかっこいいカットが出るんじゃないかと思って習いに行ったんです。といいメンバーがボクシングを習いに行く様子が、努力がすごい。途中イェジとリュジンがじゃれ合ったり、リュジンが、ボクシングってこんなに面白いものだったのって気づくことができました。リアも、習いに行ったけど遊びに行ってたような感覚でしたし、ストレス発散にもなりました。トイカメラに笑顔を見せてくれました。これにはホッとしましたね。そんな多忙の合間を縫ってボクシングを習いに行くまでして準備してくれたイッチ。しかし事前に公開されたコンセプトフォトでは、メンバーの衣装にファンは不安と不満をあらわにしています。JYP のセンス問題は以前から指摘されていますが、何よりツッコミどころは特にユナのミニカーベルトですよね。斬新すぎておしゃれなのかどうかは判断できませんが、大事なカムバックなのに攻めすぎ、背景から低予算感がすごい、など否定的な意見が目立ちます。しかしミニカーベルトに関しては、息子がかっこいいと言っている、など小さな男の子からは人気のようです。今回のカムバックで新しい姿を見せようと、髪色まで工夫があると言います。前回のアルバムではかっこいい楽曲で、メンバーは暗めの髪色で活動していましたが、今回は夏ということで明るい髪色のメンバーがいてもいいのではないかと思い、リアがこれまでブリーチをしたことがないので、試す価値があると思ったといい、リアは金髪に挑戦。チェリョンはブルーアッシュのような暗めのヘアカラーにしたのですが、映像では、カラーして何ヶ月か経ったので色が抜け続けているから緑色になって、それ以降も何度かカラーをしたから私の髪質が良くないです。と切なそうに自身の髪を触る様子が映されており、これにはなんだか心が締め付けられました。本当にイッチの努力と切実な思いが詰まったカムバック、頼むから成功してくれ。どうかイッチにいい曲を。そして問題のレコーディングシーン。まずリアがレコーディング室に入ったのですが、リアが歌うと、もう少し感情がこみ上げた感じで、とパク・ジニョンが指摘し、何度も歌ってみるのですが、うまく表現できないリアに、パク・ジニョンは頭を抱える仕草を見せ、どんどん萎縮していくリア。ついには、もっと練習してきて。とリアはレコーディング室から退出。次のシーンではイェジがレコーディング室に入ったのですが、イェジは風邪をひいてしまっており、パク・ジニョンが鼻声であることにすぐ気づき別日にリスケすることに、悔しそうに退出し、別日に気合を入れレコーディングに挑んだのですが、パク・ジニョンは、弱い感情をもっと乗せて、といい何度も歌い直すイェジと頭を抱えるパク・ジニョン。感動を与える歌詞だけど、歌詞を使って感動を与えられてない、込み上げるような要素がない、と指摘し、ついにはイェジがいるブースに入って、マイクを切り直接イェジを指導。会話の内容は分かりませんでしたが、イェジが涙を拭う姿が収められていました。ネットユーザーからは、指示が抽象的すぎる。もっと具体的に指示してほしいし主観的すぎる。さらにスリーラチャが作詞作曲を手掛けた二重のパラダイスのレコーディングでディレクションをするストレイキッズのバンちゃんと比較してパク・ジニョンのプロデュース力を疑う声が集まっています。ファンの反応は、どうしろって言うんだよ。ちゃんと教えてあげないと。どう歌えば感動があるんだよ。パク・ジニョンはイッチの PD を降りろ。第2本部はアーティストに対する待遇と環境が悪い。バンちゃんのディレクションは最高。リクもすごいわかりやすかったって言ってた。バンちゃんは優しかったな。パク・ジニョンはそろそろバンちゃんにプロデューサーを任せた方がいいんじゃ。良い作品を作るため厳しく指導する時があることは自然だと思いますが、ファンが引っかかったのは指示が主観的すぎるということだったと思います。パク・ジニョンは自身のアーティストとしてのスタイルを確立しているゆえに、それをアーティストにも求めようとしますが、グループにはグループの色があり、それに合ったディレクティングが必要なのかもしれませんね。緊張の一致のカムバック。メンバーたちはこんなにも葛藤し努力しているので、盛り上がってほしいです。コメントや高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。